こんにちは、東京ベジライフです。今日は効果的に腸活生活を送る6つのアイデアをご紹介します。私たちが食べたものは胃で消化され、小腸で栄養が吸収され、大腸で食べ物のカスが便となって排出されます。そのため腸がうまく機能することは健康にとって重要であるということは昔から知られていましたが、最近は腸内に多く存在する腸内細菌の働きが注目されています。腸内には100兆個もの多様な細菌が住んでおり、びっしりと生息する様子がお花畑のようなため、腸内フローラと呼ばれています。腸内フローラには体にいい働きをする善玉菌、体に悪い働きをする悪玉菌、そして普段はおとなしくしているものの健康状態が悪化すると悪さをする日和菌の3つのカテゴリーがありますが、この中で善玉菌を優先にすることが健康につながるとされています。腸内環境を整える腸活に有効な食べ物として前回の動画で発酵食品をご紹介しましたが、それに加えて積極的に取り入れたいのが食物繊維です。食物繊維には不溶性と水溶性の2種類があり、不溶性は水に溶けず便のかさを増すことで腸の壁を刺激し便の排出を促します。一方で水溶性は水に溶けゼリー状となって腸内のカスをまとめ便として排出します。また水溶性食物繊維は腸内細菌が分解しやすく餌になりやすいため、腸内の良い発酵が期待できます。ほとんどの食べ物に不溶性と水溶性の両方の食物繊維が含まれていますが、いずれかの方が多いということがありますので、特定の食物繊維が多い食べ物だけを食べるのではなく、いろいろな食材を組み合わせながらバランスよく食べることが重要です。今回は発酵食品も取り入れながら、うまく食物繊維を豊富に含む食材をバランスよく生活に取り入れるアイデアをシェアしていきます。朝は時間がなくてご飯を食べないという方も多いと思いますが、少量でも朝ご飯を食べた方が腸が刺激され体にスイッチが入ります。忙しい朝にパッと食べられておすすめなのが食物繊維たっぷりのグラノーラと腸内環境を整えるヨーグルトのコンビ。グラノーラは市販のものでもいいですが、オーブンがあれば簡単に作ることができ、お安く済むだけではなく中に入れるものをコントロールできるのでおすすめです。作り方はココナッツオイル 60g、 オーツ麦 300g にかぼちゃの種、ひまわりの種、ココナッツフレークを適量合わせて190度のオーブンで14分ほど焼き、レーズン、ブルーベリーなどのドライフルーツを適量混ぜ合わせるだけです。かぼちゃひまわりではなくヘンプシードなどお好きなシードで大丈夫ですし、ナッツなどを入れてみてもいいですね。フルーツに甘みがあるので蜂蜜などの甘味料は加えていませんが、お好みで加えても量を市販のものよりコントロールすることができます。日中に小腹が空いてしまった時も腸活のチャンスです。水溶性食物繊維を多く含む干したあんず、イチジク、プルーンと不溶性食物繊維の多いアーモンドを組み合わせたり、腸内の善玉菌の良い餌になるとされているカカオプロテインが豊富な高カカオチョコレートを小分けして用意しておくとありがちな食べ過ぎも防げ、ヘルシーなスナックになります。また水溶性と不溶性の食物繊維が両方豊富なさつまいもは、よく洗った後にフォークで刺し耐熱容器でチンするだけで自然な甘さでお腹も満たされるおやつになります。主食としてご飯を食べる方も多いと思いますが、玄米に含まれる食物繊維は白米の約6倍と言われており、白米から玄米にスイッチするだけで腸活促進になります。玄米のさらに3倍の食物繊維が含まれるのがもち麦などの大麦。玄米の食物繊維は主に不溶性ですが、大麦には水溶性食物繊維が多く含まれていますので、玄米と大麦をブレンドしていただくのがおすすめです。根菜類は他の野菜に比べて糖質が高いと避けられがちですが、食物繊維がたっぷりで冷蔵庫で長く保存できるため腸活の常備野菜にぴったりです。その中でもごぼうは水溶性と不溶性の食物繊維が両方豊富に含まれています。なるべく泥がついた状態で買い、プラスチック包装から出して新聞紙などで包んで冷蔵庫で保存しましょう。
今回はそんなごぼうと人参に発酵食品のキムチを合わせた腸活レシピをご紹介します。人参とごぼうはピーラーなどを使って薄く削ります。フライパンにごま油を熱し、キムチを炒めたらごぼうと人参を入れ、醤油麹少々を足し、蓋をして少し蒸らします。よく炒めたら盛り付け、すったごまをかけます。根菜に加えて常備腸活食材としておすすめなのが、常温で長期保存が可能な乾物です。干し椎茸などのキノコ類は不溶性食物繊維が豊富で、わかめやひじき、海苔などの海藻類には水溶性食物繊維が豊富。同じく水溶性食物繊維が豊富で、カロリーが非常に低いことからダイエットの強い味方として知られるこんにゃくも乾燥のものがあります。お湯で戻して煮物に入れたり、スープに麺として入れたり、常備しておくと重宝する食材です。乾物の中でも特に食物繊維が多いことで知られるのが切り干し大根。生の大根は約 95% が水分ですが、天日干しで水分が約 16% まで減るため、少量でも食物繊維などの凝縮された栄養がたくさん取り込めます。また鉄分の量は野菜の中でトップクラスなので、ビーガンには特に嬉しい食材ですね。切り干し大根は市販のものでもいいですが、薄切りにして室内の日の当たるところに 3,4 日干しておくだけで簡単にできます。竹のざるがあればそれでもいいですし、新聞紙や段ボール板の上で干すと紙が余分な水分を吸収してくれます。乾物の素晴らしいところは長期保存が可能ということだけではなく、ミネラルやうまみが凝縮されているため、味わい深い出汁が取れるところです。乾物と発酵食品のお味噌の組み合わせのお味噌汁は手軽にでき、体も温まるおすすめの腸活フード。椎茸と切り干し大根を2カップのお水で柔らかくなるまで煮たら、大さじ1ほどのお味噌を入れ、一煮立ちしたらわかめを入れて火を止め、わかめが戻るまで蓋をします。冷凍は腸活生活の中でうまく活用したい保存方法の一つ。タンパク質源として知られる豆類は食物繊維も豊富に含まれています。レンズ豆や緑豆は浸水なしで思い立った時に炊いて食べることができますが、多くの豆は浸水が必要となるため、多めに炊いて冷凍して保存しておくと便利です。おからも豆乳を作ったり、買ってくると一度で使い切れないことが多いと思いますが、余った分は冷凍してしまいましょう。使う時に電子レンジで2分ほど様子を見ながら解凍します。腸活野菜で冷凍保存をおすすめしたいのが長芋。冷凍したものをそのまますりおろしてチヂミなどのつなぎにしてもいいですし、常温解凍しそのままサラダにしても美味しくいただけます。生のままで扱うと手がかゆくなりますが、半解凍状態であれば手がかゆくなりにくいです。水溶性食物繊維が豊富な長芋とアボカドに不溶性食物繊維が豊富なおからを合わせたサラダにします。味付けのベースとなる発酵食品のザワークラウトは細かく刻みます。小さな一口大に切った長芋とアボカドを合わせたら、おからと塩麹少々を加えます。お酢とオリーブオイルを適量入れ、よく混ぜ合わせれば出来上がり。いかがだったでしょうか。今回は効果的に腸活生活を送る6つのアイディアをご紹介しました。適度な運動もしながらバランスの取れた食事で腸内環境の改善に役立てていただければと思います。それでは See you next time!